救急車が到着するまで20分はかかるそうだ。もう彼女は助からない。医学雑誌シンポジウムの厳かな空気は一変してしまっていた。壇上で急に倒れた女性、古賀さんは、あっという間に人に囲まれ、見えなくなっていた。もう彼女に会うなと釘を刺されていたが、そんなこともう関係ない。俺は人をかき分け、ようやく会場の端から古賀さんの元へたどり着いた。おい、勝手に近づくな。お前はもうただのホテルのドアマンだろう。救急車は間に合わないんだ。どうしようもないんだ。俺はそんな言葉を無視し、時計と古賀さんの状況を交互に見て言い切った。俺が8分で救ってみせます。心停止から完全蘇生までのリミットはおよそ8分。この短いと思われる時間が、俺と古賀さんの言葉通り人生を大きく変えることになるのだった。俺の名前は沢田良二。転職をしてそろそろ1年になる。今日も勤務時間より1時間ほど早く出勤した。ロッカールームに入り、シワ一つないエンジ色の制服に身を通す。身なりの乱れは許されない俺の今の仕事は、一流ホテル、フルールロイヤルホテルのドアマンなのだ。ホテルを訪れたゲストが初めて触れ合うスタッフなので、まさにホテルの顔とも言っていい。再就職が決まった時、支配人に言われたこの言葉をいつも忘れないようにしている。だがそれとは反して、俺は極力目立ちたくなかった。給与アップなど目指す気はさらさらなく、とにかく生活費が稼げればいいというのが本音だった。今日も穏やかに一日が終わりますように。俺は目をつむり、天井を仰ぎながらそんな独り言を言う日々を送っていた。このホテルは様々な媒体からの評価も高く、国内外からの VIP もよく訪れる。ドアマンは笑顔でゲストを迎え、荷物を運びフロントへ引き継ぐ。そしてお帰りのゲストには最大限の感謝を込めてお見送りをする。忙しい時期には表情筋が固まってしまいそうになるが、でもそれでよかった。俺はただ拾ってもらったこの職場にしがみついて決まった仕事をちゃんとする。ただそれだけだった。地味だろうがなんだろうが、もう俺はそういう生き方をすると決めていた。だが、ある風の強い日、俺の決意が翻るほどの急展開を迎えることになるのだった。その日は閑散期に入り始めたこともあり、俺は玄関周辺の警備が仕事のほとんどになっていた。今日はお客様が少ないですね。風が強いな。表情は崩さないが、気さくな声をかけて話しかけてきたのは、同じくドアマンの杉田くんだった。確かに今日は木枯らしが、目にゴミが入りそうになりますね。俺もまた雑談してるとは思われないように、外へ気を配りつつ話をした。俺すぐこすっちゃうんですよね。今ゴミ入ったら最悪ですよ。一番いいのは目薬や水で流すことですけどね。もし違和感がなくならなければ、上まぶたの裏に入ってる可能性が。そうなると次は、ちょっと沢田さん、怖いこと言わないでくださいよ。一番いい方法は、あんな風にホテルの中のカフェテラスで優雅に過ごすことですよ。杉田くんは俺の言葉を遮り、少し笑いながらちらりとホテル側へ視線をやった。そこは道に面したカフェテラスになっている。宿泊客でなくても利用できるため、優雅な時間を過ごしたい人がお茶をしたり、アフタヌーンティーも人気だ。俺も少しだけ身を乗り出しそちらを見た。カフェも今日はお客様は少なめのようだった。それが余計に優雅さを感じさせていた。しかし、一番外から見える席には、優雅とはかけ離れた形相をした女性が座っていた。いや、彼女自身は黒のロングヘアを耳にかけ、ぴったりとしたスーツの似合うかなりの美人だった。だが、ひたすらにパソコンと睨み合いながら、打ち込んではコーヒーを流し込んでいる姿は、優雅というよりも、真剣や一生懸命という言葉の方がぴったりに感じた。あ、沢田さんも知ってるんですか？彼女。いえ、有名なんですか？普段ほとんど誰とも話さない俺と違って、杉田くんは社交的で、ホテル内での交友関係が広い。いわゆる噂話などにも詳しいのだ。あの人、確か雑誌編集者ですよ。何のかは知らないけど、普段は上のラウンジによくいるそうです。打ち合わせやってたり、あんな感じで仕事に没頭してたり。いいホテルで仕事に追われてるなんて、忙しいんですね、編集者って。そうですね。ほとんどの人がホテルに非日常を求めてくるが、日常を持ち込んでくる人はどんな心境なのだろう。
今日は時間に余裕があるからか、珍しく余計なことに考えを馳せてしまっていた。その時、彼女はバタバタとパソコンをしまい、残りのコーヒーを一気飲みしだした。おそらくカフェを出るのだと察し、俺と杉田くんはさっさと仕事体制へ戻った。予想通り、彼女は大急ぎで荷物を抱え外へ出てきた。ファイルなどがカバンから飛び出している状態だったので、俺は彼女にタクシーを呼ぶか確認しようとしたが、すると、今までで一番大きな木枯らしがドア周りをかき回すように吹き抜けていったのだ。資料が。運悪く、彼女のカバンから飛び出していた資料は、その木枯らしに空高くまでさらわれていってしまった。俺はとっさに駆け出していた。お客様、危ないのでそのままでいてください。私が追いかけてきます。すみません。俺は車に気をつけながら、ひらひらと逃げていく髪を追いかけた。どうやら資料のファイルから抜け出したもののようだ。風が落ち着き、ようやく拾い集めることができた。おそらくこれで全部のはずですが、念のため確認していただいてもよろしいでしょうか。はい。本当にすみません。俺はマネージャーに事の旨を伝え、彼女と一緒に再度カフェへ戻った。資料の抜けはないかの確認だけだったが、彼女はまたファイルの中をバラバラと漁っていた。お客様、ゆっくりで大丈夫ですので、一度落ち着いてください。俺は彼女の要領を得ていない行動が気になりながらも、ホテルマンらしい笑顔でなだめたつもりだった。だが、それが良くなかったのだ。ひたすらに焦っている彼女にとっては、ゆっくり、落ち着けば、禁句だったのだ。わかってるわ。でもゆっくりなんてしてられないのよ。ヒステリックに近い叫び声に、ロビーは静まり返り、フロントマネージャーがすぐ駆けつけてきた。お客様、失礼いたします。何かお気に障ることがありましたでしょうか。すると彼女は、はっとしたように立ち上がり、俺とフロントマネージャーへ頭を下げた。すみませんでした。この方は何も悪くないんです。少し焦ってしまっていて、もう大丈夫ですので。彼女の言葉に、マネージャーはゆっくりと一礼して戻っていった。まだその場に立っている俺に、彼女は改めて頭を下げた。本当に失礼しました。私、自己紹介も何もしてないですね。古賀和美と申します。助けていただいたのにご迷惑をかけてしまって、本当にすみません。古賀さんはまた謝りながら名刺を差し出した。名刺の肩書きには、杉田くんから聞いていた通り、編集部と書いてあった。知らないふりをしなければ、と思ったが、さっき拾い集めた資料を見ていたので、俺はつい踏み込んで聞いてしまった。私は沢田と申します。桜出版社の方でしたか？もしや古賀様、医療セントラルの編集者でございますか？なんでわかったんですか？それにセントラルは医療業界向け雑誌なのに。俺は軽く頭を下げながら答えた。申し訳ありません。先ほど資料を集めている時に内容が見えてしまいまして、そして桜出版社となるともしやと思っただけなのですが、俺は風に飛ばされた資料を集めている時、癖でついざっと目を通してしまっていた。それは大学教授の医学論文だったので、記憶に残ってしまっていたのだ。後には引けず、また余計なことを言ってしまった、と思ったその時だった。目を通してしまったって、これドイツ語ですよ。しかも医療用語大量だし、沢田さん、本当にドアマン。私はホテルのドアマンです。ドアマンには語学も必要です。そして、幅広く知識を持っていることに損はありません。それだけでございます。俺は拾った資料が足りているかを確認するだけのつもりだったが、このままだと関係のない話に発展してしまいそうな気がしていた。それは遠慮したい。ただでさえ地味にしてきた自分が、今は注目の的になってしまっていることに居心地の悪さを感じていた。資料の方は大丈夫そうでしょうか、古賀様。では私は仕事へ戻らせていただきます。お仕事のご成功、お祈り申し上げます。俺は長めの礼をして、その場を立ち去ることにした。しかしこれもまた、ホテルに似つかわしくない響く声で、制されてしまった。沢田さん、ちょっと待ってください。はい。古賀さんは、俺を引き止め、何かを言いたげな顔をしていたが言いよどんでいた。しかし、叫び止めるように前に出していたその手を、すっと下ろしてしまった。いえ、お世話になりました。頑張ります。彼女は自重気味な笑いを少し浮かべ、
視線を下げたままそう言った。どう見ても何かを諦めた顔だった。彼女の素性は少し分かったが、そんな彼女が一ドアマンをこの状態で呼び止める理由は分からなかった。だが、明らかに困り果てている表情を、俺はどうしても無視できなかった。古賀様、何か私にご用がおありでしょうか？何かお手伝いできそうなことが。私、顔に出てしまっていましたか？古賀さんは額に手を当て、情けないといった表情で俺に言った。俺は首をどちらにも振らず、ただ少しだけ口角を上げた。少しの間の後、古賀さんは意を決したかのように俺の目を見ていった。私の仕事に手を貸してもらえませんか？え？私の仕事を。ちょっと待ってください。俺は興奮気味に話す彼女をどうにか落ち着けて、とりあえず席へ座らせた。むちゃくちゃなことを言っているのは、彼女も分かっているのだろう。想像もしなかった彼女の言葉に、俺は戸惑いながらも、どこか冷静に時計を見た。場所を変えてもよろしいですか？ここでこれ以上の話はできません。駅前のカフェで待っていてください。私はそろそろ休憩に入るので、すぐに行きます。わかりました。俺はその場を離れ、マネージャーに説明をしに行った。もちろん、仕事の手伝いを頼まれた話はぼやかした。そして、杉田くんにも謝りを入れ、大急ぎで着替え、伝えたカフェへ向かったのだった。中には、すでに古賀さんがいた。またもやコーヒーを飲みながら、資料とパソコンとにらめっこをしている。古賀様、お待たせしてすみません。話を聞かせていただいてもよろしいでしょうか。彼女は、俺の言葉にほっとしたような表情を見せた。本当に急にすみません。沢田さんに手伝ってほしいと言ったのは、あなたが語学力があって、医療関係の知識もある方だと思ったからなんです。手伝ってほしいなんて言ってますが、正直かなり切羽詰まっていて。古賀様、もしかして手伝いというのは。俺がそう言うと、古賀さんは顔をあからめ、首を横へ振りながら、俺の方へ手をブンブンと振ってきた。沢田さん、様はやめてもらって大丈夫ですから。もうお客じゃないですし、ホテルじゃないし、照れるし。ああ、癖ですみません。それでは、古賀さん、手伝いというのは雑誌のことで、というわけですか？古賀さんは少し黙った後、ファイルを数冊、カバンから出してきた。今、私が抱えている仕事なんです。海外の最新論文をまとめた記事作成。うちの雑誌は、原文を載せてその説明と分析を載せます。今回は少し多いのと、かなり専門用語も多くて、そこに企業とのやりとり、会議が重なってしまっています。情けないですが正直、キャパオーバーってやつなんです。でも今、社に頼ることはできなくて。なぜ？やらないといけないんです。沢田さんに頼むのもおかしいことは分かっています。今の状況になって、自分の力不足はよくわかりました。どうか少しでいいんでお力を貸してもらえないでしょうか。頭を下げ続けている古賀さんを見ていると、俺は断ることなどできなかった。影に潜み、静かに生きていくと決めていたのにだ。手伝える時間はないと伝えれば、彼女も納得してくれただろう。だが気づけば、俺は古賀さんの出したファイルを手に取り、目を通していた。この論文たち、翻訳が済んでいれば仕事は進められそうですか？ええ、相当楽になるけれど。俺はファイルすべてに目を通した。古賀さん、このファイルをお借りしてもいいですか？すべて公開されている論文なので問題はないかと。それで、そうですね。21時頃、またこのカフェに集合できますか？私は深夜まで仕事してるので大丈夫ですけど、沢田さん何を？俺は目を丸くしている古賀さんをよそに、カバンへファイルを詰め込んだ。時計を見ると、そろそろ休憩時間が終わる頃になっていた。では、私は仕事へ戻ります。大丈夫、任せてください。あと、俺は立ち上がりながらテーブルに置かれた伝票を見た。コーヒー一度に5杯は飲みすぎです。あとはノンカフェインにしてくださいね。まだ状況の飲み込めない顔をしながらも、古賀さんは顔をあからめ隠してしまった。俺は少し微笑みながら伝票を持ってカフェを後にした。すでに頭の中では21時までの時間配分と、さっき目を通した論文内容の整理が始まっていた。
論文は一つずつ。いや、別アプローチからのものもあったな。一度すべて目を通してからか。沢田さん、下向きっぱなしはまずいですよ。しまった。ありがとう、杉田くん。いえいえ、はは。いつも流れ作業のように過ごしてきたからだろうか。俺は古賀さんから託された仕事のことを考えながらも、無意識にドアマンの仕事を始めていたようだった。しかし、間が空くと考え事をしていたようで、そこを杉田くんに気がつかれてしまった。笑ってすみません。なんだか沢田さんらしくないなって思ってしまって。実は昼食を食べ損ねてしまって。まあここなら腹が鳴ってもゲストには気がつかれませんね。嘘ではないが話を終わらすために慣れない冗談を言ってしまった。しかし終わるどころか杉田くんはささっと近寄り俺の方へ耳打ちしてきた。俺のロッカーにゼリー飲料入ってるんでささっと腹に入れてきてください。体力持たないですよ。俺が2人分真面目な顔しとくんでね。杉田くん、わかりました。ありがとう。ロッカーの鍵を受け取り、俺は少し早歩きでバックヤードへ入った。杉田くんはもともと優しい人だが、なぜか今日はその優しさが深く突き刺さってしまった。優しくしてくれる人に自分から壁を作ると決めて接している自分に、違和感と申し訳なさを感じてしまったのだ。俺はロッカールームでごめんと小声で言い、ゼリー飲料を一気飲みした。仕事が終わり、休憩室の端で過ごしていると、あっという間に約束の時間が来てしまった。アラームを設定していなければ遅れてしまうところだった。俺が急いでカフェへ向かうと、すでに古賀さんがいた。古賀さんも俺に気がついたようで手をこちらに上げたが、テーブルの上にあるコーヒーのことを思い出したようで、若干気まずい顔をしてしまった。つい癖で、それより沢田さん、ファイルは？俺は向かいの席に着き、テーブルの上にファイルを積み上げ、説明を始めた。売店のノートで申し訳ないです。少し簡略化してますが、論文の翻訳文には押さえておいた方がいいポイントを書いておきました。あまり真新しい視点のものは今回なかったので、まとめるのは難しくないと思います。一番フィーチャーすべきは、この論文。でしょうか。この中では、一番鋭く切り込んでいます。俺はノートと資料を指差しながら、古賀さんへ説明をした。専門用語の発音なども教えて、できることはやったつもりだった。だが、なぜか彼女からの反応が全くなかった。俺は余計なことをしたかとの心配がよぎってしまい、伺うように顔を上げた。古賀さんの目はまたもや大きく見開き、ノートではなく俺を見ていた。これ、数時間で沢田さんが全部。まあそうですね。どこか不備がありましたか？ホテルのドアマンって、ここまでレベルが高いものなの？どうかしましたか、古賀さん。古賀さんのボソッとつぶやいた言葉の端々は若干聞こえていたが、俺は聞こえないふりをした。沢田さん、本当に助かりました。ありがとうございます。私の力だけじゃどうしようもなかった。俺はノートを複雑な表情で見つめたまま、黙っている古賀さんが気になっていた。出版社の内情はわからないが、やはり一人でどうにかなる仕事量には思えなかったからだ。いつもこの仕事量を一人でされているんですか？古賀さんは俺の問いには答えず、コーヒーを飲もうとしたが、カップを持つだけでそのまま操作へ戻した。そしてポツポツと話し出した。私の父は編集長をやっているんです。医療業界にも顔が広くて尊敬もしています。ただ、最近ある噂を耳にしてしまって。噂？はい。父が編集長を娘の私に任せたいと考えてるって。体力的にもきつい仕事ですから、噂はもう真実のように編集部ではなっています。それと同時に、娘では力不足だという厳しい声も。古賀さんはノートを手に取り見つめていた。そして軽くため息をついた。当然ですよね。焦って仕事を抱え込んで、結局たまたま出会えた沢田さんにまで力を借りて。でも、ずっと下を向いていた古賀さんだったが、ぐっと前を向き、俺と目を合わせた。噂が本当かはわからないけど、私は父を安心させたいんです。医療セントラルの雑誌の信頼度をここまで上げたのは父なんです。もっと実力をつけたい。古賀さんはそう言うと、口をキュッと噛み、そしてさらに真剣な目を俺へ向けた。沢田さん、お仕事の合間で結構です。もう少しお力を貸してもらえませんか？あなたの語学力と
医療知識、私に叩き込んでほしいんです。叩き込むなんて、俺はただのドアマンですよ。それでも、今の私はあなたに及ばないんです。医学進歩の座標となる雑誌を、が、我が社のモットーなんです。私はそのために全力を尽くすつもりです。矛盾してるかもですが、沢田さん、どうか。古賀さんは立ち上がり、頭を深く下げた。ここで終わらすべきだとは分かっていた。だが、彼女の前向きな真剣さには、なぜか心を揺さぶられてしまう。夢を叶えてほしいと思ってしまうのだ。結局、俺もまた立ち上がり、彼女の手を取った。俺がどこまで力になれるか分かりませんが、頑張りましょう。沢田さん。はい、私頑張ります。よろしくお願いします。古賀さんは強く俺の手を握りしめた。俺は彼女の影となり、成長を見守っていこうと決めたのだった。この日から、俺の新しい日々が始まった。ドアマンと古賀さんの手伝いの二足のわらじ。というより、古賀さんとの二人三脚の気持ちの方が強かったかもしれない。彼女は本当に真面目で真剣な人だった。メールでやり取りもしながら、社内のプレゼンや取材前などはいつものカフェでできる限りのアドバイスをしていった。沢田さん、あの教授からの寄稿文ゲットできました。沢田さんのアドバイスのおかげです。やりましたね。古賀さんの力ですよ。教授と会話ができる知識を身につけたってことなんですから。沢田さん。俺は久々に心からの笑顔が出ていたかもしれなかった。ドアマンとして拾ってもらっただけで運が良かったと思っていた。だから迷惑をかけないようにひっそりと生きていこうと決めていた。だが今、俺はもう無駄なものだと思っていた知識で一人の人を幸せにできたのかもしれない。そう思うと心の中のもやが晴れていくような気分になっていった。コツをつかんできたのか、古賀さんの仕事スピードは明らかに速くなっていた。俺の手伝いもそろそろ必要ないかもしれないと、若干複雑な気持ちが通り過ぎた時だった。予想にもしなかったことを彼女は話し出した。沢田さん、実は会ってもらいたい人がいるんです。急に会いたいって言われてしまって、連絡できなくてごめんなさい。呼んでも大丈夫ですか？いや、俺はあくまで手伝いだけだし、古賀さんの知り合いに会うのは。君が沢田くんかい？俺が断り切る前に、後ろから威厳を感じさせる低めの声が響いてきた。振り返ると、そこには雑誌で見たあの顔があった。その人は立ち上がろうとした俺を笑顔で制し、古賀さんの横へ座った。沢田さん、こちら医療セントラルの編集長、古賀十三です。私の父です。突然すまないね。ここへ同席させてくれと言ったのは私の方なんだ。いやね、和美の仕事っぷりが見違えるように成長したことが不思議だったんだ。聞けば素晴らしい人と出会ったというじゃないか。これは一度会ってみたいと思い来た次第だ。古賀さんの性格はなんとなく分かったつもりだった。おそらく俺のことを内緒にすることができなかったのだろう。俺は気持ちを落ち着け、古賀編集長へ行った。そうでしたか。ご挨拶遅れました。私、フルールロイヤルホテルでドアマンをしております。沢田と申します。私は相談に乗る程度で、すべては古賀さんの努力の結果です。俺がそう言うと、編集長は豪快に笑い出した。謙遜しなくていいよ。しかしこれだけの専門的知識、ドアマンでは使い切れないだろう。君の力があれば、和美も安心なのだが。話がよくわからない方向へ向かっている気がした。古賀さんもちょっと焦った顔で父親の方を見ている。編集長は組んでいた腕を膝の上へ置き、じっと俺を見てきた。率直に言おう。沢田くん、うちで働く気はないか？いや、ぜひ働いてほしい。桜出版社でですか？ああ、正確には医療セントラル編集部。我々と同じ職場だ。専門雑誌というのは編集技術を学びながら専門知識も深めていく。医療は奥が深い。知識をすでに持っている人材はぜひとも欲しいのだ。君は語学も堪能と聞いている。どうだろうか。俺の顔には明らかに困惑の表情が出ていたのだろう。古賀さんが焦ってフォローを入れてきた。急にすみません。父はすぐ先走るから、沢田さんには仕事があるんだし。やります。沢田さん。俺は背筋を伸ばし、二人を見た。私が持っている知識なんて、使うことはないと思っていました。けれど、古賀さんを手伝っているとき、論文を読みながら、
半歩ずつでも進もうとする医療に身が震えました。そして雑誌の方針、医学進歩の座標となる雑誌を、との言葉にも共感しました。雑誌という媒体でそこまでできるなら、私は医療に関わっていきたいです。俺は気づかないうちにそう思うようになっていた。古賀さんの手伝いがそろそろ終わるかもと思ったとき、複雑な気持ちになったのはこれが原因だったのだ。それがまさか直接関われる縁ができるなんて思ってもみなかった。これは嘘のつけない誠実な古賀さんのおかげだ。俺の了承に古賀さんは口を手で押さえて驚き、編集長はうなずきながら嬉しそうに笑っている。そして改めて俺へ手を差し伸べてきた。沢田くん、ようこそ医学の現場へ。はい、よろしくお願いいたします。俺は頭を下げ、編集長の手を取った。その上に古賀さんの温かい手が乗っかったのが分かった。これで良かったのかは分からなかった。だが顔を上げた時に目に入った古賀さんの笑顔を見ていると、この道で頑張ってみたいと自然に思えたのだった。翌日、俺は支配人に時間をもらい事務所にいた。支配人は俺の恩人で、転職先を探す気力さえなかった俺にここの仕事を斡旋してくれた。一生勤め上げるつもりだったので、退職の意を伝えるのは恩知らずのような気がしてしまっていた。だが支配人は言ってくれた。出版社で医療業界誌の編集か決めたんですね。はい、せっかくこちらの仕事を任せてもらえたのに本当に申し訳ありません。俺が頭を下げるより先に支配人は俺の肩を掴んだ。あなたはあなたの力を発揮できる場所へ行くべきだと私は思っていました。わがままを言えばキリがないのでやめておきましょうか。私は微力ながら応援していますので頑張ってくださいね。支配人、お世話になりました。俺は杉田くんにもお礼を言った。彼が寂しいと言ってくれたことに自分は本当に恵まれていたんだと改めて痛感した。支配人の計らいで早めに退職手続きを済ませた俺は最後にホテルへ一礼をした。新しい世界は未知の世界であるが、もう一度一生懸命に頑張ってみるとの誓いを込めた一礼だった。こうして俺の桜出版社での新生活が始まった。編集部というとどことなくバタバタしているイメージだったが、雑誌の内容が内容だからだろうか、少し静かで綺麗なオフィスだった。俺には編集者としての技能はまだないので、主に論文の収集と翻訳、会議やアポイントを取った場所への同行が仕事となった。もうすぐ医療雑誌のシンポジウムもあるそうで、その準備もあった。沢田さん、仕事どうですか？というか、私を手伝ってくださっていた時と変わらないかもですが。古賀さん、いえ、さすがの仕事量です。身が引き締まりますよ。そういえば、シンポジウムは古賀さんが登壇するんですよね。そうなんです。代表として立つなんて緊張しちゃいますけど、お世話になります、沢田さん。あ、私のことは和美で大丈夫ですよ。編集長と同じだとややこしいから。それは確かに、と納得した時だった。古賀さん、編集長から電話です。あ、はい。じゃあ、沢田さんまた。和美さんはそそくさと言ってしまった。俺は首を横に傾けてしまった。これは結局どう呼ぶのが正解なのだろうか。パソコンから手が離れてしまったままになってしまっていた時、また和美さんから声がかかった。沢田さん、編集長からなんですが、15時からの打ち合わせに同席してほしいとのことです。医療セントラルがお世話になっている大学病院なんです。私も行きますので。同席、わかりました。俺が仕事の調整をしようとした時、和美さんはこっそり耳打ちをしてきた。ここの教授とのやりとりは全部父がしてたんです。きっと父は沢田さんに期待しているんじゃないかなと思います。一緒に頑張りましょう。ええ、そうですね。場所は教授が勤務している大学病院だった。正直、気乗りはしなかったのだが、仕事として自分の選んだ道なのだから、腹をくくるしかなかった。しかし、避けられなかったとはいえ、やはり不穏な予想は的中してしまうのだった。15時前、俺と和美さんは病院へ到着し、編集長と教授がすでにいるという応接室へ向かった。中からは話し声が聞こえていた。和美さんがノックをし、俺たちは中へ入った。そこには先ほど外で感じた違和感の正体があったのだった。おお、来たか。うちの古賀和美と期待の新人、沢田です。沢田はこれからもちょくちょく顔を出すと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。沢田良二と申します。
今後ともよろしくお願いいたします。俺は自己紹介をして名刺を差し出した。その男は薄ら笑いを浮かべながら形式的に名刺交換をしてきた。外で感じた違和感、それは編集長と話していた声が明らかに若かったからだ。そして案の定、中にいたのは教授ではなく若い男性の医者だった。こちらの田所礼二先生はお世話になっている田所教授のご子息だ。将来有望で、いずれ医学界を引っ張っていかれるだろう。ぜひ君たちと会ってほしいとお願いしたら、心よく了承してくれてね。田所先生の頑張り、期待していますので。ええ、日本の医学界のためにも、医療セントラルさんとは懇意にしていきたいと思っていますので、頼りになりそうな編集者さんもいますしね。相変わらず彼は、薄笑いを浮かべながら俺だけを見ていた。居心地が悪く、なんとかならないかと思っていた時だった。低く小さいが、応接室に響くような声で、彼は言ったのだ。お久しぶりですね。彼の薄ら笑いが、さらに大げさになった気がした。田所先生、沢田と知り合いですか。彼は異色の経歴でして、前職はホテルのドアマンなんですよ。へえ、それは面白い。私の知り合いは医者ばかりなので、気のせいだったかな。昔ちょっと色々あった人に似てたんですけどね。お、なんだか面白そうな話ですな。彼は今度は普通の笑顔で編集長の方へ振り返った。昔の話です。さあ、打ち合わせを始めましょうか。古賀さん、沢田さん。その日の打ち合わせ、俺は黙って記録係に徹した。そして打ち合わせもそこそこに、編集長たちはいわゆる接待へ向かってしまった。俺と和美さんは社へ戻ることにしたが、口を開かない俺を、やはり和美さんは心配していた。何か言わなければと思っていたが、俺の頭は全く何も浮かばなくなっていた。沢田さん、田所先生とって。さあ、帰りましょう。俺が一生懸命に絞り出した言葉は、余計に和美さんに心配をかける結果になってしまった。いや、それでは済まず、この後、俺たちの関係性は、最悪の展開を迎えることになってしまうのだった。1週間後、俺は無心で仕事をしていた。あの日の感じだと、編集長から田所先生へ会いに行け、と言われるかと思っていたが、全くの音沙汰なしだ。こちらとしても関わりたくはないので、このまま関係性が終わってくれればいい、と思っていた。沢田さん、今ちょっといいですか？どうかしましたか？和美さんが、誰にも聞かれないほどの小声で、俺に声をかけてきた。俺たちは場所を移し、自販機前のベンチへ腰掛けた。実は田所先生のことなんです。あの日から個人メールに、君と打ち合わせをしたいって来てて、なんだかちょっと怖くて、父に言ったら行けって言われるだろうし、私、沢田さんも一緒に行きますって返信したんです。そしたら、私一人でいいって言われて、こんな話ごめんなさい。でも、どうしたらいいかわからなくて。俺のあの日の反応が悪かったからだろう。和美さんは、俺にも相談できず悩んでいたのだ。俺は申し訳なく思うのと同時に、彼の真意がわからなかったが、まずは問題解決が優先だった。俺の名前をどんどん出してください。沢田が会いたがっている。沢田が論文を待ちわびているって。編集長にバレたら、俺が頼んだってことにすればいい。でも、そんなこと言ったら、本当に呼ばれるかもしれませんよ。沢田さん、あの人と会いたくないんでしょ？俺は、和美さんの肩をポンと叩いた。和美さん一人で行かせるより、何倍もマシですよ。俺の顔は、きっとうまく笑えてなかったかもしれないが、彼女を守りたい気持ちに嘘はなかった。それから和美さんは、俺が言った通りの返信を続けた。毎回、俺のメールアドレスまで載せる徹底ぶりだ。沢田さん、私の方のメールはかなり少なくなりましたよ。沢田さんの方へメール来てませんか？いや、俺の方も来てません。メール攻撃はこのまま消えそうですね。となると次は、次？その直後、オフィス入り口から大きな声が聞こえてきた。沢田くん、和美、会議室へすぐ来なさい。はい、編集長。やはりか。もしかして、父の方へメールが。おそらく、その場合はすべて、俺がメールを送るよう和美さんに頼んだこと、ということで、とにかく行きましょう。戸惑っている和美さんを引っ張っていくように、俺は会議室へ急いだ。ノックをして入ると、そこには眉間にシワを寄せた編集長が座っていた。長机には、ノートパソコンが、ポツンと置いてあった。来たか。
一応和美にも来てもらったが、沢田くん、君に聞きたいことがある。予想と違った問いかけに少し身構えてしまったが、俺ははいとゆっくりうなずいた。編集長は厳しい顔のままノートパソコンを回転させ、俺たちの方へ見せてきたのだ。俺と和美さんはそばまで駆け寄った。このメールは、差出人は田所先生だけど、何この内容。先生から打ち合わせをしたいとメールが来たのだが、この文、申し訳ないが沢田氏の同席は遠慮願いたい。彼は私には受け入れがたい大きな秘密を持っている。内容は伏せますが、仕事を共にはできない。沢田くん、何なんだこれは。まさか、そう来るとは思わず、俺の目はただモニターを見つめていた。彼は、和美さんが俺に相談するのも見越していた。そして、編集長へ爆弾を落とした。さも残念だと言わんばかりの文と、俺が詰められるように、誘導するようなやり方は、うまいとまで思ってしまった。沢田さん、大きな秘密って。沢田くん、プライベートを暴くつもりはないが、田所先生に受け入れがたいとまで言わせるのは、仕事に影響が出る。説明したまえ。俺はぐっと目をつむり、拳を握りしめていた。人に後ろ指さされることなど何もないと言えたら、どんなに楽だっただろうか。だが、すべてを話して理解を得るのは無理な話だった。無理だったからこそ、俺はドアマンになったのだから。編集長、私の処分はお任せします。失礼します。どうすることもできず、俺はキビスを返し会議室を出た。後ろからバタバタと追いかけてくる足音がした。振り返ると、和美さんだった。沢田さん待って。どういうことなんですか？何があったんですか？俺は一刻も早くここを離れたかった。ここで彼女に話すことは、蓋をしてきた事実を明かすことになる。どうして彼女が追いかけてきてくれたのか考える余裕などなかった。彼女の表情を見る勇気もなかった。頭の中は、ただ彼女から逃げたいという気持ちだけになってしまっていた。沢田さん、私はあなたのことまだ少しだけど分かっているつもりです。あなたは本当に。もう俺のことは放っておいてください。沢田さん、私は信じられませんか？大声でのやりとりにオフィスから人が出てきた。編集長もだ。人の視線が俺を指してくるような気がしていた。ちらりと目に入った和美さんは顔を真っ赤にしながら目に涙を溜めていた。だが、俺は何も言わず、その場から立ち去ってしまったのだった。翌日、事態は大きく動いていた。オフィスにみんながいる中、編集長は俺をデスクまで呼んだ。俺がデスク前で立ち尽くしていると、編集長は数枚の紙を取り出してきた。知り合いの週刊誌にね、昨日リーク情報が来たそうだ。念のためということで記載前にこちらへ連絡をくれてね。これは君のことなのか？俺は正気のない目で受け取った記事を見た。無意識に声を出しながら読んでいた。超有名医療雑誌、医療セントラル期待の新人は、医療ミスで患者を亡くなる寸前に追い込んだ前科あり。告発者の大学病院医師の話では、新人編集者は海外で医療ミスを起こし、医学界を追放された。とある。告発者は誰かはもう想像ついているだろう。沢田くん、君から直接聞かせてほしい。編集長の真剣な目と、みんなの疑心に満ちた目に、俺の額からは冷や汗が流れた。彼が何かを起こしてくる気はしていたが、出版社まで巻き込んでくるとは思いもしなかった。俺は重い口を何とか開いていった。説明しようがありません。なんだと？証拠がありません。私には、この告発文を否定できる証拠がないんです。編集長は腕を組み、自分を落ち着かせるように深くため息をついた。そして、淡々と俺へ言い放った。この記事は差し止めてもらう。嘘になるからな。この意味がわかるね。沢田くん、残念だが、君をこれ以上ここで雇うわけにはいかない。君がいると会社の評判を確実に落とす。君と一緒にいた和美まで巻き込むだろう。解雇だ。ここにも娘にも二度と関わらないでもらおう。何も弁解できない俺は、その解雇通告を受け入れるしかなかった。ご迷惑をおかけしました。お世話になりました。編集長へ一礼し、早々にデスクを片付け、俺はオフィスを出た。何も感情が湧いてこなかった。悲しみも恨みも何も。すべてが心から消え去った感覚で、ただ、足だけ勝手に外へ歩いている状態だった。誰かとエントランスでぶつかりそうになった時、俺はようやく前を向いた。すみません。あ、沢田さん。そこには遅刻すると連絡があった和美さんがいた。父から
沢田さんを解雇にするかもしれないって朝連絡が来てたんです。告発文も読みました。違いますよね。会社辞めたりしないですよね。昨日、あんな失礼な態度をとってしまった俺のことを、自分のことのように彼女は心配してくれていた。俺には、真実を証明できないんです。ここを去るのが最適解。いや、もうその道しかないんです。俺は、和美さんが何かを言い出す前に彼女の手を取った。シンポジウムの資料はデスクトップに置いてあります。ぜひ使ってください。そして、大成功を祈っています。彼女の震える手を一瞬だけ強く握りしめ、俺は手を離した。そして、一度も振り返らず、桜出版社を後にしたのだった。数日が経った。メールも電話もすべてシャットアウトし、俺は空虚な日々を送っていた。これからのことを考えなければいけないが、どうにも心の不完全燃焼感が消えなかったのだ。朝着替えた後、なんとなくカレンダーに目をやったとき、俺はハッとした。今日か、シンポジウム。そういえば退職した日に、一般傍聴の登録してしまったんだった。しかし、いや、和美さん大丈夫かな。俺は無意識に部屋の中をぐるぐる歩いて、気がつけば会場へ向かう電車へ乗り込んでいた。和美さんに関わるなと言われていたが、一般枠で見る程度なら大丈夫だろう。見届けて帰るだけ。自分に都合のいい解釈だったかもしれないが、どうしても気になってじっとしていられなかった。和美さんに初めて会ったあの日の感覚に似ていたかもしれない。そんなことを考えているうちに、シンポジウムが行われる会場へ着いてしまった。場所は慣れ親しんだ場所だったので、迷うことはなかった。というのも、フルールロイヤルホテルに近かったからだ。遠方や海外から来る人もいるので、宿泊施設がそばにあることは多い。シンポジウムは、フォーラムとは違い、討論ではなく、各登壇者がテーマに対して様々な意見を発表する場だ。つまりは、和美さんは医療セントラルとしての意見を代表して発表することになる。俺は後ろの端の席に座り、パンフレットに顔をうずめていた。どうやら今回は雑誌関係の登壇が多いようだった。一般傍聴は少なく、ほとんどが関係者だ。和美さんは3番目だった。俺の位置からはギリギリ見えるか見えないかの場所に座っていた。頑張れ、和美さん。静かな会場の中、アナウンスが流れ、シンポジウムが開始された。今回のテーマは、災害医療だ。自分も資料作成に関わっていたこともあり、いつの間にか聞き入ってしまっていた。そしていよいよ、和美さんの番がやってきた。少し疲れが見えるような気がしたが、彼女は、凛とした佇まいで発表を始めた。誰にも順調に見えていただろう。だが、俺は彼女のところどころの挙動が気になっていた。ライトに照らされているが顔色が悪く、時々台に手をついて体を支えているようだったのだ。ようやく発表が終わり、彼女が舞台から一礼をした時だった。ドタンという音とともに最悪の事態が起こったのだ。舞台上には顔面から倒れたであろう和美さんが横たわっていた。一瞬の沈黙が流れた後、会場の空気は荒れ出した。彼女に駆け寄る者、立ち上がってキョロキョロとする者たちで一気に混乱の場となったのだ。俺は一目散に舞台へ向かって走っていた。ぐちゃぐちゃに溢れた人を押しのけ、録画機材をすり抜け、一生懸命に前へ進んだ。和美さん、くそ早く！ようやくたどり着いた舞台上では、倒れている和美さんが手元のおぼつかないスーツの男性たちに動かされようとしていた。よく見ると、それは田所先生だった。動かすな！俺は大声で叫び、脇目も振らず彼女に近寄った。沢田さん、なんでここに？田所が驚いた声を上げたが、それどころではなかった。俺は肩を叩きながら彼女に声をかけた。和美さん、和美さん。意識はないか？呼吸の確認を始めたとき、裏から役員らしき人が青ざめた顔で叫んだ。救急車、道路の事故が原因で20分以上かかるそうです。今の状況を教えてほしいって、どう伝えれば。現場はパニック状態だ。医学関係の人が集まっているので、対処の方法はもちろん知識として知っているはずだが、突然のことで動けないでいた。それは医者も同じだ。俺は彼女の胸と胸部の動きを見ながら電話を交代した。軽度のふらつきから転倒、顔面骨折なし、現在意識なし、心停止確認。今から胸骨圧迫と AED を使用します。田所、AED 用意だ。会場入り口そばにある。ざわざわとしていた会場がさらにざわつき出した。あの男を見たことあるぞ。
確かそばのホテルのドアマンじゃないか。確かに、シンポジウムではいつもあのホテルを使っているからな。私も見覚えがある。ドアマンがなぜあんな、あれではまるで。俺はスマホを置き、嘔吐物がないかを確認し、すぐに心臓マッサージを開始した。和美さんの様子を確認しながら、マッサージと人工呼吸を繰り返した。汗が滴り落ちる。一刻を争う事態だった。だが、田所は動く気がないのか、それとも動けないのか、その場で悪態を突き出したのだ。あんたも聞いただろ？救急車は間に合わない。蘇生限界は8分だ。もう時間はない。ドアマン人生で腕の鈍ったあんたに何ができる？彼女は助からない。俺はマッサージを続けながら、田所の怒号に冷静に答えた。俺は諦めない。必ず8分以内に救ってみせる。AED 持ってきました。田所が動かないのを察してか、和美さんに同行していた桜出版社の人が持ってきてくれたんだ。俺は和美さんの服を脱がせ、汗を拭き、AED の準備をした。もうすぐ、呼吸停止から3分になる。これ以上かかると、意識が回復しても、麻痺などが残る可能性があった。帰ってこい、和美さん。全員離れて。オートショック AED が動き出す。電気が流れる間は見守ることしかできない。和美さんの生命力にかけるしかなかった。和美さん、頑張れ。戻ってくるんだ、和美さん。AED による電気ショックが終わり、アナウンスが流れ、再び心臓マッサージを始めようとした時だった。その時、彼女の指がピクッと動いた。和美さん、聞こえますか？和美さん。13時40、意識回復。3分以内だ。和美さん、少し体を横にしますよ。さあ。和美さん、もう大丈夫だから。よく頑張った、本当に。ほどなくして、救急車が到着し、和美さんは運ばれていった。付き添いには、先ほどの同僚についてもらい、俺は安堵しながらも、早くここから離れなければと思った。もともと、ここにいてはいけない立場なのだ。だが、すぐに肩を掴まれてしまった。田所だ。まさか、AED で意識回復させた程度で、成人気取りじゃないでしょうね。一般人でも使えるようにしているのがあれだ。誰でも使える簡単なものを使って、叱るべきことをした。それだけだ。吐き捨てるように田所は言った。だが、空気を一変させるような、静かな声が聞こえてきたのだ。だが、その簡単なことが難しい。そうだろ、ドクター沢田。俺と田所は同時に振り返った。そこにはいつの間にか壇上に上がっていた海外の来賓らしき人が拍手をしながら立っていたのだ。見覚えのある顔だった。ドクター、ウィル。覚えていてくれたんだね。嬉しいよ。彼は流暢な日本語で話を続けた。医者に必要なもの、知識、技術、そして冷静さだ。ここにいる誰もが知識は持っているはずだった。だが、突発的なことにはまるで反応できなかった。焦りと恐怖が先行してしまうからだ。道具があっても冷静さを欠いては使いこなせない。医者もまた同じだがね。彼はちらりと田所の方を見た。田所は苦虫を噛みつぶしたような顔で視線をそらしていた。ドクター沢田、やはりあなたは素晴らしい医者だ。海外の医療団体でたくさんの命を救っていたあなたをみんな覚えている。劣悪な環境、少ない物資。そんな中でもあなたは諦めず、みんなを救っていった。これは紛れもない事実だ。ウィルは会場にいるみんなへ向かって話し出した。皆様、私は以前は医者をしていました。腕の負傷で今は研究分野に身を置いていますが、ここにいるドクター沢田とは、海外の病院や紛争地での医療を共にしていました。彼は、まさに天才というべき医者だったのです。会場からは、小声で様々な声が聞こえてきた。特に、桜出版社の人たちや、俺がドアマンだと知っている人は、唖然としているようだった。俺の素性は、もうバレても仕方ないと思っていた。しかし、ウィルがこれ以上みんなに何を言うつもりなのか、見当もつかなかった。ウィルが続けて話し出したことは、俺がひた隠しにしてきた真実だったのだ。しかし、彼は医者の道から追放されてしまった。理由は医療事故です。海外の病院に勤めていた時、彼は VIP の手術を受け持っていた。だが、彼が前にいた病院からお呼びがかかってしまったんだ。そちらは少し病状が重かった。彼はどうしたものかと私に相談してくれた。だから私は彼に言った。こちらは難しい手術ではないから、君の後輩に託してみてはどうだろうかと。懐かしい、とはとても言い難い昔話だった。
蓋をしていたはずなのに、あの日のことがどんどん頭に溢れ出してきた。ウィルは一息つくと意を消したように壇上へ振り返った。君にはこの昔話は楽しいものかな、ドクター田所。俺には関係ない。関係ないことはないだろう。すると、田所は席を切ったようにまくし立てて喋り出した。俺の手術は完璧だった。患者に薬品アレルギーがあったなんて俺は聞いてなかったんだ。伝達を忘れて患者を昏睡状態にまで陥らせたのは他でもない。そこの沢田だ。そう。俺がその報告を受けたのは別国でのオペを終えた後だった。患者にはペニシリン系のアレルギーがあった。俺はもちろん田所にも伝え、別の薬品指示もしていた。なのに、事態は起きてしまった。俺はすぐに病院へ戻り、確認と訴えをしたが、時はすでに遅かった。俺のミスでビップの命が危険に陥り、それを田所がリカバーした、ということになっていた。ウィルは休暇を取っており、俺の味方はいなかった。病院からは解雇され、ビップの圧力でどこの病院にも入ることはできず、結果的に、俺は医者の道を断たれたのだ。休暇から帰ってきて驚いた。そして納得がいくわけがなかった。私は直接彼から話を聞いていたのだから。ドクター沢田、いや領事。私はあの後、事故で腕を怪我してしまったが、なんとかあの病院で働き続けたんだ。ウィル、まさか。ウィルはにやりとした笑いを浮かべ、俺と、そして田所を見た。田所も気がついたのか、顔色がどんどん蒼白になっていった。田所が日本へ戻った後で、きっとナースたちも気が緩んだんだろうね。手術前に君が助手やナースをすべて変更したこと。そして、もう辞めてしまったナースが、ドクター田所がカルテに何かしているのを見てしまったと言っていたということを教えてくれたんだよ。田所はスピーチ台に手を置き、立っているのが一生懸命な状態だった。俺もまた、もう諦めて、知ろうとしなかった真実を目の当たりにして、一言言葉を発するのが精一杯だった。田所、お前。おっと、この聞き取りはすべて録音してある。改ざんされたカルテも保管済みだ。さあ、ここはシンポジウムだ。ドクター田所、君の意見を聞こうじゃないか。田所はぐっと下を向いていた。体もプルプルと震えている。だが、突然その震えが止まったのだ。うるせえんだよ。田所、わかんねえのかよ。邪魔だったんだよ、あんた。ああ、そうだな。そんな昔話もあったかもな。何が冷静な判断だ。まんまとはめられてるじゃないか。やっぱりあんた、医者に向いてないんだよ。なのに周りはあんたをチヤホヤしやがる。だから、俺が医者人生に引導を渡してやったんだ。田所、俺が邪魔なら放っておけばよかったじゃないか。お前には父親の後を継いで、教授になる道がすでにあったんだから。俺みたいな叩き上げなんて。田所は、俺の言葉を聞いて、恐ろしく冷たい目線を向けてきた。それ嫌味かよ。ははは。沢田先輩はどこまでも人の神経を逆なでする人だ。あいにくうちの教授殿はずっと言ってたんだよ。沢田くんが日本に帰ってきたら一度話がしたいってな。大学病院へ誘って教授候補にしたいんだとさ。本当にバカバカしい。田所の視線が会場入り口の方で止まり、口をガタガタさせ始めた。そこには写真で見たことある顔。田所教授がいたのだ。教授はゆっくりと舞台の方へ歩いてきた。話は聞かせてもらった、レイジ。そういうことだったのか。以前急に打ち合わせを代わってくれと言ってきた時には、意欲的でいいことだと思っていたのだが、沢田くんに合わせないためだったのだな。なんて器の小さい男なんだ、お前は。父さん。違うんだ。全部最高の医者に、誰にも負けない権力を持った医者になるためだったんだよ。父さんもそんな息子だと嬉しいだろ。待ってくれよ。よろけた状態で走ろうとしたからか、田所の足はスピーチ台に引っかかり、そのまま顔から倒れ込んでしまった。俺は手を貸そうとしたが、彼からは近づくなという雰囲気をひしひしと感じた。田所は、顔を床にすりつけ、爪が食い込むほど握りしめた拳を叩きつけていた。そのガンガンという音だけが、虚しく会場に響き渡っていた。翌日、俺は病院の一室にいた。点滴も、これで終わりみたいだ。検査も異常なし。本当によかった、和美さん。あはは、本当にとんでもない経験をしてしまいました。早く、この経験を記事にしたいです。退院しても、無理は禁物ですからね。和美さんは後遺症もなく、すぐに退院できることとなった。
心停止の原因は迷走神経反射。いわゆるめまいに近いものだが、和美さんの場合はそれにストレス、過労からの不整脈、カフェイン過剰摂取など様々な要因がつながってしまったと考えられている。だが、これらは十分改善していけるものだ。彼女も仕事への向き合い方を考え直したいとボソッと言っていた。お医者さんだったんですね。そりゃ詳しいに決まってるわ。本当に助けてくれてありがとうございます、沢田さん。いえ、そんな。手伝ってくれた人もいましたし、それに、和美さんは必ず帰ってくるって信じてました。医者の言葉としては、なんとも他力本願だったかもしれない。しかしあの時は、必ず助けると同時に、和美さんとここでさよなら、なんて、あるわけがないとの二つの気持ちがあったことは確かだった。私はしぶといですからね。もう、この命は私だけのものじゃない。そう感じるんです。沢田さんが一生懸命に動かしてくれた心臓も呼吸も。今は私、すべてに感謝してます。和美さん、俺も嬉しいです。胸に手を当てた和美さんが、俺の方を向いた。そして、俺の手を引いて、自分の胸元まで持ってきた。静かな病室で、手のひらに早めの鼓動が伝わってきた。俺たちはお互いに顔を見合わせて少し照れながら笑い合っていた。その時、ガラッと病室のドアが開いた。俺はとっさに彼女から手を離し、背中の後ろへ隠した。しかし、隠した両手は引っ張り出され、痛いほど強く握られてしまった。編集長。ああ、沢田くん。本当にありがとう。娘を助けてくれて、私は和美の頑張りたいという気持ちだけを優先して、こんなことになるまで無理をさせてしまった。父親として情けない。お父さん、それは違うわ。私がやらせてほしいって言ったんだから。でも、これからは、しっかり気をつける。沢田先生の言うことは、しっかり聞くからね。編集長は笑顔で涙をこらえながら、俺の方を向いた。シンポジウムの映像を見させてもらったよ。君の過去を暴くような言動をしてしまって、本当に申し訳なかった。君の迅速な判断と行動に、医療の原点を見た気がするよ。沢田くん、君さえ良ければもう一度一緒に働けないだろうか。窓から入ってきた小さなつむじ風が、飾られた花や果物の袋を揺らし、晴れ晴れとした青空の方へ帰っていった。あれから3ヶ月が経った。沢田先生、203号室の和田さんが、昨日から背中の痛みがあるそうなんです。和田さんか。わかりました。すぐに様子を見に行きます。ここは、できてまだ2年の総合病院だ。俺は今、そこの非常勤の医師として働いている。病院からは、正規雇用で働いてほしい、との言葉ももらったが、後々海外で働きたい、との思いを捨てきれず、この道を選んだ。スポット勤務だが、志の高い人の多いこの職場のおかげで、忙しくも日々成長させてもらっている。病院であの日、編集長から戻ってこないかと言われたとき、俺は正直、編集部へ戻るつもりだった。まだ医師をしている自分を想像できなかったからだ。だが、俺自身も気がついていなかった本心を後押ししてくれたのは、和美さんだった。編集長、それはダメですよ。何？沢田さんが編集部に戻っちゃったら、私の夢は叶わないもの。自分の命を救ってくれたお医者さんが、世界で大活躍する記事を書くって夢がね。俺は彼女の言葉にハッとした。彼女は、諦めるなと言ってくれているのだ。心の中に蓋をしていた熱い気持ちが、どんどん膨れ上がってきた。俺は編集長へ深く礼をした。お気持ち、本当にありがとうございます。ですが、私ももう一度夢を追いかけようと思います。医療の現場で、一人でも多くの人を救います。編集長は眉を下げ、残念そうな顔をしていたが、場所は変わっても、目指すものは同じだと言ってくれた。そして、病室を出て行ってしまい、また俺と和美さんの二人っきりになった。ありがとうございます、和美さん。あなたが背中を押してくれなかったら、動き出せなかった。俺、現場で頑張りますから。和美さんは、笑顔でうなずきながら俺を見ていた。なぜかどうも顔が赤くなる気がする。バレないように頬を触っていると、和美さんが聞いてきた。沢田さんって、どうして医者になったんですか？ドラマです。ドラマ？意外。かっこよかったんですよ。諦めるなんて言葉頭になくて、助けることしかない。現実はそうではないことはよくわかっています。でも、あのマインドだけは、俺の心にいつもあります。って、
こんな話聞いてどうするんですか？俺の問いに、和美さんは満面の笑顔を向けた。だって、私の夢は命の恩人、沢田先生の独占取材ですからね。これからもずーっと独占するって決めちゃいましたから。NG 出すなら今ですよ。和美さんと俺。今どちらの方が顔が赤いだろうか。NG なんて出すわけがなかった。和美さん以外は考えられませんよ。こうして俺と和美さんは人生のパートナーとして共に歩み出した。彼女は今、医療セントラル編集長の引き継ぎ業務で大忙しだ。編集長が築いてきた人脈をすべて引き継ぐこととなる。だが、真面目で笑顔の素敵な彼女ならきっとやり遂げるだろう。健康面も問題ない。最近はコーヒーもノンカフェインのものが趣味になってしまったようだ。田所は医者を辞めた。父親のいる大学病院で働くのが厳しくなったこともあるが、業界内で焦って AED を使えなかった医者というレッテルがついてしまったこともあり、病院を移ることも厳しくなったというのが理由だ。今は地方の小さな医療機器メーカーでひっそりと事務をやっているらしい。海外にいた時、普段自分のことを話さない田所が酔って少しだけ話してくれたことを俺は思い出していた。俺、3人兄弟の真ん中で、母親もいないんで父親が全てなんです。兄も弟も医者をやってます。俺も浪人して医者にはなれましたが、親に認められるって難しいですね。他の兄弟みたいに優秀なら囚われなかったんだろうけど、俺は認められたくて仕方ないんですよ。患者まで巻き込んだ彼を許すことはできない。だが、結局医療から離れられなかった彼が、いつか自分で道を開いていけることを、俺は陰で願っている。沢田先生、聞いとるかね。背中楽になったよ。ありがとな。和田さん、聞いてますよ。湿布で緩和できてよかった。では、また何かあれば言ってくださいね。俺は頭を下げて病室を出ようとした。沢田先生は先生らしくないね。そりゃ挨拶というより、お迎えのお辞儀だよ。はは、癖が抜けないんですよ。フルールロイヤルホテルには、たまにカフェを利用しに行っている。和美と言った時、そして、今医者をやっていると伝えた時の、杉田くんの驚きようと言ったら、今でも語り草だ。支配人にも医者へ戻ったことを報告しに行っている。実は、支配人は唯一、俺が医師免許を持っていることを知っている人だったのだ。例の事件の後、日本に帰ってきた時、発作で倒れた支配人を助けたのがきっかけで、ここで働かせてもらえていた。けれど支配人は、ずっと俺が医者へ戻ることを望んでくれていたようで、報告した時は本当に喜んでくれていた。この場所がなければ、俺は今の場所にはいなかっただろう。たくさんの縁と支えに感謝する日々だ。勤務終了の時間になり、俺は病院を後にした。今、俺は和美と一緒に暮らしている。良二さん、お帰りなさい。あれ、今日は早いね。和美もお疲れ様。ん？和美の方が早く帰ってきていることは珍しかった。彼女はささっとコーヒーを用意し、ケーキを出してきた。何なんだ？実は、これ。和美は閉じられた数枚の紙を俺へ差し出してきた。1枚目はメールをプリントアウトしたものだった。差出人、ウィル？そう。私が病院にいた時、ウィルさんもお見舞いに来てくれて、その時アドレスを交換してたの。ウィルは今も海外で医療業界のコンサルタントをしており、論文も執筆している。ウィルは例の事件に巻き込まれた VIP に全てを説明してくれており、俺の冤罪を晴らしてくれたのだ。俺はメールを読んだ。その文を読んだ時、俺の心臓は高鳴り出した。あの時の病院が新島を建設予定で、1年後あたりには優秀な医師を募り出すそうだ。良二さん、チャンス来ましたよ。俺は自然と涙が頬を伝っていることに気がついていなかった。和美がそっと横に座り拭いてくれたことで、ようやく気がついた。ありがとう。まさかこんなことが起こるなんて、俺はどれだけ感謝すればいいんだろう。ほんと、良二さんは人が良すぎるんだから、よいしょ。和美は俺にぎゅっと抱きついた。私の独占取材もまだまだ盛り上がっちゃうな。あなたと一緒に歩んでいける私こそ感謝でいっぱいよ。はは、そのうち本にでもできるかな。それなら冒頭は良二さんが私を助けてくれたところで決定ね。2年後、俺たちは海外へ居住を移し、新たなスタートを切ることとなる。
本になるにはまだまだだが、一つだけ分かっていることは、物語の最後の最後まで、俺のそばでは彼女が笑顔でいてくれることだろう。夢には大きいも小さいもない。終わりもないだろう。ずっと続いていったり、どんどん溢れてきたりで、人それぞれだ。そして、夢の終着点を設置するのも、また自分しかできないことなのだ。